厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日ご紹介するのはクラシック音楽において絶対に外せない作曲家ヨハン・ゼバスティアン・バッハです。バッハって名前は誰もが知ってる作曲家なんですが、なんでバッハがこんなにも有名なのか、バッハがどんな人物なのかって実はあんまり一般には知られてないんですよね。そこで今日はバッハはなんですごいのか、バッハはどんな人生を歩んだのか、バッハの名曲って何なのか、この動画で皆さんにご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。バッハは日本では音楽の父と呼ばれるとってもメジャーな音楽家です。本当に卓越した技術を持つオルガニストでもあって、さらにオペラ以外の全てのジャンルに1100曲もの作品を残した作曲家でもあります。曲数もさることながら曲のバリエーションが非常に豊かで多様性に富んでいます。だからこそバッハに影響を受けているアーティストってすごく多いんですよね。バッハは時代で言えばバロック期の終わりの作曲家なんですが、バロックらしい作曲家でもないんですよ。バッハの音楽はいつ聴いてもなんだか新しさを感じるんです。バッハって本当に天才なので、もうとっても高度な作り込みが曲にされているのに、聴いてる側はとっても自然にそれを受け止められる。でもより深く聴こうとすると深海に沈んでいくような気がする。本当に一言で言い表すのが難しい音楽です。だからよくバッハは宇宙だと言われるんですね。実はバッハは音楽家の中でもいろんな要因で研究がすごく難しいとされている人物なんですね。バッハはそういった知名度が高くて親しみやすいという側面を持ちながら、音楽の理論や知識、難解な側面というのも持ち合わせている作曲家です。1685年、現在のドイツのテューリンゲン地方のアイゼナハという都市に、ヨハン・ゼバスティアン・バッハは8人兄弟の末っ子として生まれました。バッハの一族はこのテューリンゲン地方で有名な音楽家の一族でした。親戚中から多くの優秀な音楽家を輩出していたバッハ家に生まれたヨハン・ゼバスティアン・バッハは、幼い頃からきっと素晴らしい演奏を耳にしたり、たくさんの楽器に触れる機会が多かったと思われます。バッハは5歳頃から8歳頃までおそらく町の小さな学校に通っていたんですが、8歳以降はラテン語学校というところに入学しています。このラテン語学校というのはマルティン・ルターの宗教改革の流れで改革された学校で、ラテン語の読み書きとか文法、古典文学とか聖書の授業、大学に進むと神学や医学、法学など段階的に高度な教育を施していくような学校です。このラテン語学校ではどの段階でも必ず歌の授業、歌唱の授業がありました。バッハも同級生たちと一緒に聖歌隊に入り、教会の礼拝や冠婚葬祭などで歌ってコラールや多声音楽を学んでいきました。少年時代のバッハの声は非常に美しいソプラノボイスだったそうで、ソロパートを任されていたそうです。ちなみにバッハの一家はゼバスティアンを含めて8人兄弟という大家族でしたが、成人したのはゼバスティアンを含めて4人だけで、他の兄や姉たちはみんな子供の頃に亡くなってしまっています。そして子供たちだけではなく、バッハが9歳の時に母親が亡くなってしまったのです。その半年後、父は子供たちの教育・養育のために再婚をします。しかし再婚からわずか3ヶ月後、今度は父が亡くなってしまうんです。父の再婚相手はアルンシュタットという都市の市長の娘バルバラ・マルガレータでした。マルガレータは父との再婚時に2人の子供を連れていました。マルガレータは自分の2人の子供を養うことで精一杯だったので、ゼバスティアン・バッハたちを残してアルンシュタットに戻ってしまいます。残されたバッハは2番目の兄ヤコプと一緒にオルガニストとして働いていた兄のクリストフに引き取られることになりました。クリストフはアイゼナハと同じテューリンゲン地方のオールドルフという町にいました。オルガニストで作曲家のパッヘルベルに学び、自身もオールドルフの教会のオルガニストとして比較的余裕のある暮らしをしていたそうです。バッハはオールドルフに移り、オールドルフの有名なラテン語学校に入学します。ここでのバッハの成績は奨学金を与えられるほど優秀だったそうです。
またバッハは学校で学ぶだけではなく、兄クリストフからもオルガンを学び始めました。バッハの師であり兄であるクリストフは、師匠のパッヘルベルをはじめ、当時の有名な大音楽家たちの楽譜を集めていて、それを一冊の作品集に仕立てて持っていたそうです。バッハは兄のクリストフにその楽譜集を見せてほしいとお願いしましたが、当時の楽譜というのは弟子が師匠にお金を支払って書き写させてもらうものだったんですね。クリストフには弟のゼバスティアン・バッハ以外にも弟子がいたと思われますから、他の弟子の手前、弟にだけ無料に見せるというわけにもいかなかったので、このバッハのお願いを却下したそうです。しかしバッハは諦められず、夜中に兄の楽譜集をこっそり持ち出して、月明かりの中毎日少しずつ書き写して、半年後には全部コピーをしたそうです。後日それが兄にバレてしまって、書き写した楽譜も没収されてしまうんですが、その時にはもうバッハの頭の中に全ての楽譜がインプットされていたと言われています。このエピソードは月光写譜という名前が付けられて、バッハの勤勉さと才能の高さを語り継ぐエピソードになっています。こうやってとても意欲的にオルガニストとしての修行を重ねてきたバッハですが、15歳を迎える年にラテン語学校を退学します。これは奨学金が打ち切られたためとも、変声期を迎えてソプラノのソロができなくなったためとも言われています。学校を退学したバッハは初めてテューリンゲン地方を離れる決断をします。400キロほど北に行ったリューネブルクという大きく豊かな北ドイツの都市に行きました。そしてそこのミヒャエリス学校というところに入学をしました。ここでバッハは語学や宗教学、歴史や地理、物理など様々な科目を学びました。そしてこのミヒャエリス学校では音楽活動が非常に重視されていたそうです。修道院にはドイツ国内だけではなく、イタリアの歴史的な教会音楽の資料なども保存されていたそうで、バッハはここでルネサンス期からバロック期にかけての様々な音楽様式を吸収したと言われています。またこれは諸説あるんですが、この時期にバッハはフランス文化が交流していたチェレという都市にたびたび訪れていたとも言われています。このようにバッハは、まずはテューリンゲン地方の音楽に触れて育ち、リューネブルクで様々な学問や北ドイツ、イタリアの音楽を学んで、さらにツェレでフランスの音楽にも触れて、大音楽家としての礎を築いたんです。バッハがミヒャエリス学校を修了したのが17歳の頃です。その後バッハはバイマルの宮廷のラカーイとして働き始めました。ラカーイというのは10代の男性の召使いのことです。召使いなので音楽だけではなく宮廷に関する様々な仕事を一緒にこなさなければいけませんでした。しかしバッハはこの時自分のことを対外的に宮廷音楽家と自称していました。若き日のバッハはすでに音楽以外の仕事を望んでいなかったことが伺い知れます。そんなバッハが18歳になった時、あるチャンスが巡ってきます。アルンシュタットの町の教会に新しいオルガンが設置されました。当時オルガンを設置するという時には、優秀なオルガニストが正式な鑑定を行って試し弾きをするというのが通例でした。そしてこの鑑定や試し弾きというのが、教会のオルガニストになる試験も兼ねていることが多かったそうです。このアルンシュタットの教会のオルガン鑑定の依頼が18歳のバッハに舞い込んできたんです。バッハは的確な鑑定と素晴らしい思想を行い、その実力が認められ、見事この教会のオルガニストに就任します。バッハはオルガニストとして礼拝での演奏をしながら、副業として弟子も取っていました。そして当時は珍しいことだったそうなんですが、弟子のレッスンのための教材をバッハ自らが作っていたそうなんです。この頃に書いたとされるバッハの最も有名な作品の一つが、今流れているトッカータとフーガ二単調です。こちらはバッハ自筆の楽譜が残っておらず、他のバッハの作品の作風とも違うため、偽作という説もありますが、とてもユニークで斬新な作品として現代でも愛されています。さて、20歳になったバッハにとある事件が起こります。なんと帰宅途中にラテン語学校の生徒に襲撃されたのです。それにバッハも対抗して一騒動になりました。
襲撃をした理由は、その生徒をひどい言葉で侮辱したからだと言われています。バッハはこの事件で聖職会議に呼び出され尋問を受けました。結果としてバッハの正当防衛は認められましたが、バッハはこの不名誉な出来事に蓋をするように北ドイツのリューベックに旅行に行きます。しかし1ヶ月だけの旅行のはずが、なんと4ヶ月にわたって滞在したために、またも聖職会議に呼び出されてしまいます。そこではリューベックの滞在時間の延長を責められるだけでなく、日頃町や教会が期待している職務をバッハが遂行しきれていないということや、バッハの即興演奏があまりにも斬新すぎるということまで様々な苦言が呈されたそうです。その後も職務違反についてまた聖職会議に呼び出されるなど、バッハとアルンシュタットとの関係はあまり良いとは言えなかったようです。バッハが22歳の頃、ミュールハウゼンという町のブラジウス教会に新設されるオルガンの鑑定演奏の依頼が来ました。そこでバッハは素晴らしい教会カンタータを演奏したそうです。先ほどご紹介した通り、オルガンの鑑定演奏は教会オルガニストの採用試験も兼ねています。バッハは2ヶ月後、このブラジウス教会のオルガニストとして採用され、ミュールハウゼンに移ります。さて、ブラジウス教会では他の教会にはあまり備え付けられていない大きく立派なオルガンを演奏することができました。バッハはさらにオルガンの改修の提案をしたり、ペダルや鍵盤を追加したりと、より豊かな表現ができる環境を整えていきました。この時期のバッハはプライベートも充実していて、またいとこのマリア・バルバラと結婚します。素晴らしい楽器と安定した幸せな結婚生活の中で、バッハは教会カンタータをたくさん作曲していきます。結婚から数年後に作曲されたとされているのが、今流れている名曲、小風雅です。バッハの曲は音楽の清らかさや壮大さが素晴らしいだけではなく、文字遊びや数字遊びなど隠された緻密な仕掛けが多いのも特徴です。実はこの20代前半の頃に作曲した教会カンタータにも、他のオルガニストとは一線を画す新しく美しい作品、そして隠された仕掛けが施された作品があり、若くしてすでに一流の音楽家だったことが伺い知れます。そんなバッハにとって、実はミュールハウゼンのブラジウス教会の仕事は人生の目的にかなうものではありませんでした。ブラジウス教会の仕事は素晴らしい教会音楽の収集と保全に徹するものでしたが、バッハ自身は自分の音楽家としての目的についてこんな風に話しています。神の栄光のために、神の意志に沿うために、整った教会音楽、わかりやすい教会音楽を上演したい。バッハのこの言葉通り、バッハの音楽は非常に理論的で緻密に設計されているにもかかわらず、音楽の知識のない人の心も動かす、わかりやすく素晴らしい作品が多いんです。この音楽の目的を追い求めたバッハが次の新天地に移るとなったのは急な展開でした。23歳のバッハがバイマルに旅行に行った時に、たまたま当時のバイマル太鼓ビルヘルム・エルンストの前で演奏することになります。このビルヘルム・エルンストという人物は、18歳の時バッハが楽輩として働いていた頃の主人ヨハン・エルンストの兄でした。バイマル太鼓はバッハの演奏を気に入り、バイマル宮廷のオルガニストにならないかとバッハを誘います。それにバッハは2つ返事で OK をしたそうです。バッハはバイマルの上官協会で改修したてのオルガンの思想をし、音楽家としての力量を示しました。そしてバイマル宮廷はすぐにバッハを呼び寄せたのです。結果バッハはブラジウス教会の仕事を1年で、しかも急に辞めることになり、ミュールハウゼンとも険悪な仲になってしまったそうです。23歳になったバッハはバイマルにいました。オルガニストの仕事に加え、宮廷音楽家としても活動します。
バッハの仕事は多岐にわたっていて、教会音楽だけではなく、晩餐会や舞踏会などの世俗音楽も作曲演奏したり、オルガン以外の多種多様な楽器も扱うことになります。特にこの時期のバイマルは周辺のドレスデンなどの都市と競い合っていて、宮廷音楽もより上質なものを追求していました。そのためバッハにかけられた期待は一層大きかったと推察されます。そんなバッハの教えを請おうと、各地からバッハのもとに弟子が集まり、バッハはその指導もしていました。さらにバイマルで働いている期間の中で、バッハは6人の子宝に恵まれていて、公私ともに非常に多忙な生活を送りました。バッハはこの時代の宮廷音楽家としてはトップクラスに収入が高く、社会的な地位も非常に高かったそうです。バッハは音楽家としての手腕を発揮し続け、28歳で宮廷楽師長というポジションも兼務することになりました。実はこの宮廷楽師長というポジション、他の町に引き抜かれそうになっていたバッハを引き止めるために、バイマルが特別に設定して与えたものでした。これは宮廷楽長、宮廷副楽長に次ぐ3番目のポジションでした。楽師長を兼務したことで、バッハは毎月1曲の新作の教会カンタータを上演することも仕事に追加され、ますます多忙になっていきました。そんなノリに乗ったバッハが30歳の時に、またも転機が訪れます。主人バイマル大公、ヴィルヘルム・エルンストの甥で、かつての主人だったヨハン・エルンストの息子のエルンスト・アウグスト一世が結婚式を挙げました。この結婚式でバッハの作曲したカンタータが演奏されたと言われています。この式に参列していた花嫁の兄レオポルト公は妹の結婚式で披露されたバッハの曲や演奏を聴き、ぜひバッハを経典宮廷に招き入れたいと思うようになります。そしてバッハが32歳の夏、レオポルト公はバッハに経典楽長就任の依頼を正式に行います。ここでもバッハは長年お世話になったバイマル大公の許可を得ず、これを承諾してしまいます。さすがにバイマル大公もこの不義理な行動を見逃せず、バッハは不服従の罪で拘束されてしまいました。それだけでも驚きですが、なんとその交流中にバッハはある曲の作曲を始めます。それがバッハの名作、平均律クラビーア曲集第1巻です。平均律クラビーア曲集は鍵盤楽器を演奏する者にとって最も重要な曲集の一つだと言われています。この平均律ってなんだっていう話は少しマニアックな説明になってしまいますので、また機会があれば別の動画で詳しく解説したいと思いますが、平均律で調律することで鍵盤楽器で様々な調を転調して演奏するということが可能になります。この平均律クラビーア曲集というタイトルなんですが、実は正確には平均律クラビーアではなくて、うまく調律されたクラビーアと書かれてるんです。つまり私たちが今言う平均律のことではないんですが、当時平均律を用いて演奏することが可能になった長調短調24個の調の楽曲が収録されているんです。そのためこの曲集は様々な調の奏法や作曲を学ぶための音楽の旧約聖書とも言われています。バッハ自筆譜の表紙にはこんな風に書かれています。指導を求めてやまぬ音楽青年の利用と実用のため、また同様にすでに今までこの研究を行ってきた人々に特別な娯楽として役立つために。交流されても意思を曲げないバッハにバイマルは諦めざるを得ませんでした。約1ヶ月間の交流の後、バッハは32歳で経典の宮廷楽章に就任します。バッハはこの経典時代にも数々の名曲を作り出します。今流れているこの曲も経典時代に書かれた名曲の一つです。バッハは宮廷楽長として毎日の食卓音楽、つまり食事中の BGM の演奏にも責任を持っていました。曲の準備やリハーサル、さらに楽器の管理まで膨大な仕事量で、おそらく目まぐるしい日々を過ごしたんじゃないかと思われます。
経典宮廷の学長としての給与はワイマルの倍ほどだったそうなんですが、経典では弟子がいなかったそうで、経典での生活水準はワイマルと同じ程度か、もしくは少し低かったと言われています。そんな多忙な経典生活を過ごしていたバッハに突然の悲劇が訪れたのは35歳の時でした。妻マリア・バルバラが急逝したのです。バッハがレオポルト公と一緒に旅行に行っている間に亡くなってしまったため、バッハが自宅に戻った時にはすでに埋葬まで済まされている状況だったそうです。このマリア・バルバラが亡くなった1720年から21年にかけて作曲されたと言われているのがこちらの曲です。この曲の検定と同じ年、バッハは36歳で再婚をします。再婚相手は宮廷歌手のアンナ・マクダレーナです。バッハとマクダレーナは同じ音楽家として互いを尊敬し合う関係だったそうです。この関係性は当時非常に珍しかったそうです。アンナ・マクダレーナは歌手としてだけではなく、コピストとしても優秀でした。コピストとは楽譜をコピーする人、つまり写譜する人です。印刷技術のまだ発達していなかったこの時代、オーケストラの演奏家などに配る楽譜を作る人として、コピストというのは重要な役割を果たしていました。バッハとアンナ・マクダレーナは仕事の上でも良きパートナーだったと思われます。アンナ・マクダレーナが筆写した作品の中には有名なものがたくさんあります。こちらの曲もその一つです。この年にバッハは仕事でも大きな転機を迎えます。1721年、レオポルト公が結婚をします。この結婚相手のヘンリエッタ妃が実は音楽が大嫌いだったんです。レオポルト公もそれに影響されてか、少しずつ音楽への関心が薄れてきました。また領地の財政事情から宮廷音楽活動の予算も削られてしまいます。バッハはレオポルト公の結婚から約1年後、ライプツィヒのトーマス教会のカントルに志願しました。カントルというのは、もともとはプロテスタント教会において牧師の見習いというポジションだったんですが、この時代には教会音楽の演奏や作曲、そして付属学校の先生という仕事も担うようになっていました。宮廷学長とカントルというポジションは宮廷学長の方が随分上で、トーマス教会のカントルになるということは今でいう左遷のようなものです。しかしライプツィヒは商業都市で外国の音楽家たちが頻繁に訪れる街でもありました。ライプツィヒで音楽活動をすることは経典にいるよりも人脈や名声を得やすい環境だったんです。さらにライプツィヒには大学もあったので、経典では取れなかった弟子が取りやすいですし、子供たちの教育環境も経典より良くなることから、バッハは名誉を捨てて現実的な判断を下したのではないかと言われています。そして主人のレオポルト公はこのバッハの判断を尊重し、望み通り解雇するだけではなく、宮廷名誉学長という称号まで与えてバッハを温かく見送ったんです。この経典との別れは非常に円満な別れになりました。1723年38歳でバッハはライプツィヒのトーマス教会のカントルに、さらに市の音楽監督にも就任しました。ここでのバッハの仕事は学校の教師、音楽監督、聖歌隊の指揮など多岐にわたります。しかしバッハの最優先事項は音楽活動です。教師の仕事には一切関心がなく、トーマス学校の音楽の授業以外は授業を代行してくれる人を自費で雇っていました。バッハはこれまでもいろんな街でトラブルを起こしてきましたが、このライプツィヒでも就任1年目から大学と報酬をめぐって争ったり、大学を改革せよと嘆願書を提出したりと、組織と真正面から対立し続けていました。これはバッハが自分自身の音楽の目的を追求するため、音楽家として生きるために選んだ手段なのかもしれません。
そんな音楽家バッハのライプツィヒ時代の作曲で特に注目したいのが受難曲です。受難曲というのは聖書で描かれているイエス・キリストの受難を題材にした教会音楽です。ライプツィヒでは受難日と呼ばれる復活祭の前の金曜日にこの受難曲を演奏するという習慣ができていました。バッハがまずはじめにライプツィヒで初演したのが今流れているヨハネ受難曲です。そしてヨハネ受難曲の3年後に初演されたのが名作マタイ受難曲です。バッハは聖書での描かれ方を忠実に曲に再現して、ヨハネ受難曲はやや客観的で説明的な表現、マタイ受難曲は非常に主観的で没入感のあるように描かれています。このマタイ受難曲を初演した翌年の1728年、バッハが43歳の頃、前の主人、ケーテンのレオポルト公が亡くなってしまいます。バッハに与えられていたケーテンの宮廷名誉学長の称号もなくなってしまうのです。音楽家であることにこだわっていたバッハは、他の称号を得るために行動します。すぐにアプローチしたのが、バイセンヘルスのクリスティアン公でした。クリスティアン公とは、バッハが27歳の頃から誕生祝賀の曲を上演するなど、非常に良好な関係が続いていました。そして、ケーテンの宮廷名誉学長の称号を失ってから2ヶ月後、バッハはバイセンフェルスの宮廷名誉学長の称号を得ます。バイセンフェルスの宮廷名誉学長の称号は、ケーテンの宮廷名誉学長の称号よりもずっと注目度の高いものでした。さらにバッハはそれでは飽き足らず、長きにわたって音楽家としての肩書きを求め、ついに1736年51歳でポーランド王ザクセン選定公に宮廷作曲家の称号を与えられました。バッハは50歳を超えても音楽を追求し続けます。50代で完成させたとされる名曲をお聴きいただきましょう。バッハはその後も受難曲の改訂や上演、オルガンの鑑定など音楽活動を続けますが、最晩年は視力の低下に悩まされます。1750年、65歳で目の手術をするも、手術は結果失敗、なんと失明してしまいます。同じ年に行った2度目の手術でも成功はせず、そのまま体力を失い、65歳の夏、息を引き取りました。このようにドイツ各地で軋轢を生みながらも音楽家としての信念を持ち続け、各地にその才能を認められ求められ続けたバッハですが、実は死後その名前は忘れ去られていました。しかし1829年、ロマン派の天才作曲家メンデルスゾーンによってバッハのマタイ受難曲が復活上演されたのをきっかけに、およそ100年の時を経てドイツの大巨匠ヨハン・ゼバスティアン・バッハにスポットライトが当てられました。今ではクラシック音楽界のみならず様々なアーティストに影響を与える大きな存在として生き続けているバッハの人生と名曲、いかがでしたか？このバッハの生きた時代の背景についてもう少し詳しく知りたいという方は、バロック時代の音楽史について解説した動画をぜひご覧ください。また、バッハの息子たちの活躍についてはこちら、バロック時代の次の古典派の動画で詳しく解説しています。バッハの音楽を聴きたくなったという方はぜひグッドボタンで教えてください。また、この動画の感想やあなたのお好きなバッハの曲についてぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。厳選クラシックチャンネルはクラシックをもっと身近にをモットーに、こうした有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、オーケストラ楽団や演奏家、コンサート情報の紹介などをしています。クラシック音楽に興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー。